どうも、アクアリウム機材大好きカプラです。おはようございます。皆さんは CIPS というイベントをご存知でしょうか？チャイナインターナショナルペットショーです。年1回の世界最大のアクアリウム機材の展示会です。最新の機材の展示はもちろん、日本のアクアリウムレイアウターの深田さんが副会長をされている中国の協会がありまして、その協会が主催するレイアウトコンテストの表彰式やレイアウトライブショーがあります。さらには深田さんのご本人のレイアウトショーもあって、アクアリストにとってはよだれだらだら必死のイベントが盛りだくさんです。これら漏れなく全部参加してきたので、一本の動画にまとめてみました。普段より長い動画にはなるんですが、お暇な時に今後の水槽活動の参考になればと思います。個人的な感想や見解が多く含まれる結構踏み込んだ内容なんで、もしかしたら本来の意味と違う汲み取り方をしている内容もあるかもしれません。見てて面白いなと思う人もいれば、不快だなと思う人もいるでしょうから、不快だなと思ったらそっと閉じて別のレイアウト動画でも見てください。いろんなね、レイアウト、こちらのね、YouTube チャンネルで紹介してますんで、その点だけね、ご理解いただければと思います。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。カプラです。1週間ぶりの日本の帰宅です。相当濃厚なスケジュールで動いてました。スケジュールはこんな感じです。9月の10日に中国入り、11日に CIPS、参加と。で、深田さんのレイアウトショー、そしてメーカーと契約して、講習を敢行したと。で、3日目、CIPS 行って、各所挨拶と、あと新機材を発掘して、講習観光またね。で、4日目、CIPS また参加して、こちら CIPS 最終日ですね。新機材をまた発掘して、メーカーの工場見学に行きましたと。その後、場所移動してね、深センの観光をして、来ました。で、9月の14日、帰国ということで、こんなスケジュールですけど、なんとか回れましたね。もうほんと毎日22時とか23時の帰りで、ホテルに帰って、で、次の日の朝、また9時半頃から会場に行くという風な感じで、過ごしてました。もうあと1日あれば、もう少しね、ゆっくり観光できたのかもしれませんが、このくらいギュッと詰まってた方が濃密で良かったですね。実はこの旅自体、決まったのが8月の末で、もう出発までね、2週間しかありませんでした。普段お付き合いのあるメーカーから新しいブランドを立ち上げたので、ぜひ日本の独占代理店にあなたを推薦したいと言っていただいて、今回 CIPS でそのメーカーが講師を訪れるから、会場のブースに来てほしいと、写真とかね、パンフレットに載せたいので、まずは顔合わせをしようという話をいただきました。もうとってもありがたいお話だったんですが、ちょうどね、パスポートの期限が切れてた僕には、あと2週間でとても準備ができると思っていませんでした。もう不安の塊でしたね。しかも、パスポートだけあれば、いけるんだと思い込んでいた僕に、ビザを取得しないと中国入りできないという情報が飛び込んできました。ビザの申請にはそもそもね、パスポートが必要と。今持ってないですから。で、宿の予約が必要。さらには飛行機の予約済みの書類が必要なんですよ。ビザは申請してから発行まで4日かかるということなんですよ。今現在残りの時間2週間でパスポートを申請して、パスポートをもらって、それからビザを申請してさらに4日待たないといけないと。これ本当に2週間で間に合うのって思いながら、8月の26日に話を受けて、次の日にパスポート申請行きました。その間に飛行機と宿の予約、ビザの書類を作成して、9月3日にパスポートをゲットして、で、同日ビザの申請にそのまま行って、無事9月6日にビザをゲット、9月10日にフライトといった、ギリギリハラハラドキドキなね、準備からこの旅はスタートしています。1個でもつまずいたら
マジで全部なくなってましたね。ビザを無事ゲットして中国の現地に行けることが確定してからフライトまでたったの4日しかありませんでした。そんな中各所に連絡取って、予定を決めていきました。今回ね、突然の声かけにもかかわらず中国の現地で、普段お世話になっている方たちが時間作ってくれて非常に感謝しかないです。深田さんのレイアウトショーがあるっていうことについては行くことが決まってから知ったんですよね。もともとあまりにも時間的に余裕がないんで11日のフライトで行く予定だったんですよ。10日、11日、12、13の合計4日間なんですよね。最終日、前日と最終日行ければいいかなと最悪ね思っていたんですけど、その深田さんのショーが CIPS の2日目に朝から開始されるっていうことで、これはもう行かないとなと思って、10日にフライトをずらしてで CIPS に参加しました。事前に深田さんの運営されているホームページから、問い合わせをしたら詳しい時間帯とか会場の場所を教えていただきました。気軽に声をかけてくださいとも言っていただけて、これが本当に楽しみになって、この CIPS での楽しみがね増えました。むしろね、本当深田さんのショーを見に行くのがメインでしょって思ってましたね。深田さんのね、その影を演出するレイアウト非常にファンなんで、これはもう見に行きたいと。生で見れるわけですから。とね、いろんな方の協力もあってこの旅はね実現して無事に会場へ入ることができたわけです。会場になった広州市国際展示センターというのはね、アジア最大の会議展示場と、ものすごく広くて大きいです。東京ビッグサイト何個分だろう。すごい、もうちょっと何個分なんだろう。日本の国際展示場がだいたい10万平方メートルぐらいなんですけど、この広州市国際展示センターは40万平方メートルあるということですね。しかもさらに1階だけじゃなくて3階にフロアが分かれているので、本当に広い会場なんですよね。展示場としてはもう本当に最大級です。で実際にね、そのフロアを一個一個ね、回って、企業をねずっと見て回ったらガチで1日じゃ足りないです。今回アクアリウムの関連メーカーだけでも400近いメーカーが参加してます。なのでものすごい広いです。犬猫の商品を扱っているエリアもあって、それも含めるととにかくめちゃめちゃ大きいイベントです。世界最大と言われてるだけあって、アクアリウムの主要地域、オランダ、ポーランド、ドイツやらヨーロッパの地域、インドネシア、中国、ベトナムとかのアジア圏、北米、中南米、オーストラリア、他にもたくさん国ありますよね。もちろん日本から JEX や ADA といった企業の業界関係者が世界の最新トレンド、世界の最新機材トレンドを見るためにこの会場へ足へ運んでいます。日本人もいるはずなんですけど、私がこの旅行の中で日本語で会話したのはレイアウトショーをやっていた深田さんだけです。実際に会話してものすごく癒されました。感謝しかありません。初めての中国ってことで私もかなり緊張していたのでね、深田さんとの会話は本当に癒されました。あとは英語と中国語が基本的には通じるんですけど、むしろね英語がほとんど通じないです。大きなメーカーに1人英語が通じる方がいればいい方です。全く通じないメーカーのブースもあったりしてね、私は翻訳こんにゃくを22世紀のドラえもんの世界から持ってきてホテルの朝食のスープに毎日入れて食べてたんで大丈夫でしたけどね。会場では新規契約や挨拶回りは順調にいってました。皆さんもね知ってるメーカーたくさん参加してましたよ。うちで扱ってるメーカーだと小型フィルターのメーカー、それと CO2 の機材のメーカー、あとライト、発送ろ過フィルター、小型ポンプもありましたね。あれこれうちで扱ってるやつじゃねってたまたま見つけたのもあって、テンション上がりました。もちろん普段お世話になっている方にも挨拶してきました。わりかし
私自身日本で使うにあたって機材関連は改善が必要だったり、結構無茶なお願いをしたりするんで、本当にいつもサポートありがとうございますっていう感じで回っていきました。CIPS のイベント中は何といっても深田さんのレイアウトショーですよね。なんたって深田さんの作るレイアウトの影の演出のファンですから。今まで深田さんのレイアウトショーはアクアショーだったりグリーンアクアだったりの動画コンテンツでしか見たことがありませんでした。その動画を見たり、ジョッシムさんのね、深田さんのレイアウト解説動画みたいのを見たりして、なんとか自分のレイアウトに深田さんの影の演出を落とし込んでみたり、真似できないけど真似しましたよ。しかもね、その深田さんの動画コンテンツのようなレイアウトショーってのは、チケット制で、深田さんも解説しながらレイアウトしていくので、まさしくショーのような雰囲気で行われてるわけなんですよ。もうね、とてもじゃないけど参加自体が難しくて、そんな深田さんのショーが間近で見れるのは、この中国の CIPS だけですよ。もうね、ありえないんですよ。もう私からしたら、これがもう相当不思議な現場でしたね。深田さんのショーは YouTube でしか見たことないんですけども、こういう雰囲気じゃないってのはもうはっきりわかりますね。聞いたら毎年こんな感じっていうことで、ファンにとってはありがたいですけどね。もともとこのレイアウトの正面が通路側になってて、会場側はレイアウトの裏側になるんですよ。一応椅子とか設置してあるんですけど、そっちに座ってみると、レイアウトの裏側から観察するようになっちゃうっていう現場でした。なので、レイアウトを正面で見たいっていう方は、通路の方に行かないと、レイアウトが見れないっていうのもありますね。こんな至近距離で、しかも用意されてる椅子じゃない方に人が集まって見れるなんてね、本当に最高の現場でしたね。もう皆さん、立ちっぱなしでずっと見てましたね。しかも、直接お話もできて、本当にね、超至近距離で、本当に最高でした。深田さんは、この中国の水系協会の副会長さんで、学生さんや業界関係者といった次世代を担う人材に対して、自分の持っているノウハウなどをつなげていく仕事をされてました。こういった賞だけじゃなくて、いろんな審査員をされたり、業界の発展のために働きかけをするといった活動をされてました。非常に尊敬しています。深田さんの活動はホームページ、東京アクアスケープでも公開されてますので、ぜひ見てみてください。皆さんにもね、ほんの少しですが、この深田さんのね、真剣なレイアウトをお裾分けいたします。
撤収はね、あっという間でしたね。最終日は会場の撤去作業が見れました。大きな水槽で泳いでいた人魚や、洗濯機の中でぐるぐる回って疲れ果てた鯉たちは今夜はよく眠れてるはずです。深田さんのレイアウトもね、綺麗になくなってましたね。マジでもったいねえ。もうそのままくれよって思いましたね。そのまま持って帰りたいです。中国は本当に進んでます。バイクもすべて電動ですし、BYD とかテスラの車がそこら中走ってます。そういった電気 IT ってのはアプリ開発も含めて相当中国は進んでます。正直街中を見ると日本以上に進んでいるなと思いました。アクアリウム機材もそうです。アクア機材の最先端をこの業界を引っ張っています。業界を活発化させてるなと感じる製品に溢れてました。皆さんの生活の手元にある製品はどれも中国製、ベトナム製、タイ、マレーシア製で溢れていると思います。日本の会社が企画して製造していたとしても、それはほとんどがメイドインなんとかです。よく中華製っていう言葉で雑に扱われる場面をネット上でしばしば見ますけど、もうその人が現状を知らないだけだと思います。もうそんなこと言ってられない状況になってます。そういう人たちも中国が業界を引っ張ってるっていうのは認めないといけないと思うんですよね。日本の製品のポジショントークで中華製っていう言葉を使って製品を一括りに評価するのはもう本当に時代遅れだと思います。日本にもいいところ悪いところありますよね。中国にも当然あるんですよ。だけどそんなのはあって当然なんです。それをどこどこの国だからっていうことで先入観から入るのは本当良くないです。これは伝えておきたいですね。人柄もすごくいいんですよ。言語が違うだけで私たちと同じような感覚で人に気を使ったり親切にしたりしてます。あと知人や友人、家族を非常に大切にしてます。さらに言うと非常におおらかなんですよ。おおらかっていうとハワイのおおらかさとまた違って、ホテルでもお店でもそうなんですけど、こちらから要求すればそんなことまでしてくれるのっていうサービスも受けれました。わかりやすい例を出すと、お店で普通に従業員さんがまかないをテーブルで食べ出すんですよ。まだお客さんがいる中でテーブル1個使って普通に店員さん同士会話しながら食べ始めるんですよね。あんまり日本じゃ見ない光景ですけど、ポイントはそれを見て許せる人たちが周りにいるかどうかなんですよ。もう一個言うと、その場で店員さんたちがペプシを飲み出したんですよ。それを見てお店にいるお客さんが、それちょっとくれよって言うんですよ、お店の人に。そうしたらそれを店員さんもペプシを入れて分けてくれるんですよ。無料ですよ。全く知らない人ですよ。そういう言う側の要求を受け入れてくれる許容の大きさってのを感じましたね。日本だとお金を払えばサービスを受けるのは当然だと思ってる人ってまあまあいるじゃないですか。むしろ自分が期待しているサービス以下だと切れる人いますよね。そうじゃなくて、サービスは基本そこまで受けれないんですよ。ただ言えば思った以上のことをしてくれるんですよ。他にも分かりやすい例で言うと、こういったCIPS みたいな世界中から人が来る商業イベントの展示会で、展示品をその場で1000円で売ってとか個別売りなんてしてないと思うじゃないですか。こっちも言わないし。だけど実際は言えば売ってくれるんですよね。じゃあ1000円でいいよとか、ちょっと安くて500円でいいよとかね。もちろんダメなものはダメって言うんですけど、その辺の言う側と受ける側の許容のおおらかさってのが非常に感じました。同じようなノリで日本で同じようなことするとちょっと窮屈なんじゃないかなと思いますね。黙ってても均一にサービスが受けれるってのは日本のいいところなんですけど、逆に中国では
そういった要望とか言えない方がちょっと生活しづらいのかなと思います。私なんか割とね、そういったこと言えない方なんで、ちょっと生きづらいんじゃないかなと思いますね。あくまでこれもちろん性格なんで、そういった要望を言わない人もいますけど、言っても受け入れてくれるっていう流れは感じましたね。広州とか深センっていう比較的発展してる都市、都会で過ごしましたから、他の地域で生活水準の差とかは当然世界的に見てもどんな国でも貧困の差はあります。なので全部が全部じゃないですけど、今回接してきた人たちに関してはそう思いました。今回ね CIPS で実際にいろんな製品見て、感じたこともあるんですけど、現状中国のね最新機材、やっぱりアクアリウム業界引っ張ってってるなっていう感じは受けました。半導体の輸出規制とか中国食らってるので、米国では半導体も2ナノとか1ナノメーターを作ってる中で、中国では7ナノメーターまでしか実用化できてないっていうね、本当の最先端の技術については難しい論点もあるんですけど、アクアリウム機材においては中国の持ち味、開発スピードと製品の多様性ってのが非常に活かされてるなと思いました。こういう話すると日本のメーカーにも頑張ってほしい、負けないでほしいっていう声が上がるんですけど、日本からはおそらく海外製品のようなものは出てこないと思ってます。機材の方向性が全く違うんですよね。私は日本のメーカーは海外メーカーの真似、背中を追いかけなくてもいいと思ってます。例えば日本のアクアリウムと海外のアクアリウムって違いがあります。陸地が広いんで水も水質がアクアリウム向けじゃなかったり、不純物がかなり高かったりして、RO 水に液肥添加がベースだったりします。でもそんなことよりもっと分かりやすい違いがあるんです。それが水槽のサイズなんですよね。日本で人気の水槽のサイズって30センチ以下じゃないですか。頑張って60センチ水槽かなと思います。海外だと自宅に120センチ水槽を置いてる人は結構います。とにかくスケールがでかいんですよね。機材もでかいです。ポンプの流量がすごかったり、ヒーターも300ワット以上の種類が豊富だったり、ライトだったり、大きな水槽を1個の機材で管理できるような作りになってます。だから海外製品はそのまま日本に持ってくると、日本のニーズに合わない製品が多いんですよね。そのため海外では身内だけじゃなくて世界でニーズを増やすために、小さい水槽でも使えるようにアプリでポンプの流量を変えて低流量に変えれたり、ライトの出力を下げて抵抗量に変えたり、カスタムできる製品が多いわけです。様々な遊び方ができるのはいいとこです。日本のメーカーは日本向けに製品を作っている会社が多いと思います。小さな水槽で使い切れもしないパワーのあるライトを開発しても、一部のコア層にしか使いこなせないのが日本の現状なんですよね。価格も上がってしまいます。日本は長らくデフレの時代を生きてきたので、安い製品こそ正義だっていう風潮もあります。大根1本が250円もしたら高い高いと言われてしまう日本です。5年後には今より長期金利が 2.5% くらいまで上がって、多少インフレになって大根がね常に250円の時代が来るかもしれませんが、だんだんとそれと同じように税率が上がっている以上、あまり給料の手取りは構ってないのかもしれませんね。そうなると嗜好品であるアクアリウムにおける日本のニーズってのはあまり変わってないような気がします。低価格低水準のものが好まれるかもしれませんね。仮に日本が海外向けの製品を展開したとしても、そもそもそういった製品はすでに中国とか欧州、米国で作られてます。それに輸出する時の送料も中国から各国に送った方が安いんですよね。日本製品を選ぶ理由がなくなっちゃうんですよ。なので日本にしかない唯一の製品、ブランドしか海外では売れないわけなんですよ。 ADA の製品とかね、クオリティに関してのメイドインジャパンの貴重性を今はもう失われつつあります。
海外製品の品質が非常に向上してます。いい製品で溢れてます。多分日本が一番怖いのは海外の小型水槽向け製品の発展かと思います。今はまだそこまで多くないんですけど、結構出てましたよ、今年も新製品が。今回はね CIPS で、機材の発展具合も、身に感じたのも一つですけど、一番は人と人のこういったいろんなつながりっていうのを、間近に感じれました。普段はねネットでしかつながってなくて、商品のオーダーとか発送とかでしか関わっていない人たちとも触れ合うことができて本当に良かったなと思ってます。皆さんも Amazon で購入するとあまりそういうことを感じないですけど、店頭のショップでアクアリウム用品を買うときに店員さんと話したりしますよね。そこに人と人とのつながりを感じられることってありますよね。ネットショップにも実際には運用している人がいて、そこに関わっている人が背後にたくさんいます。機材を売るのって本当に利益だけじゃないんですよね。もちろん利益も大事ですよ。それを作って販売してサポートしてる人がいて、それを運んでくれる人がいて、みんなそれぞれの生活があって家族がいて、末端のお客さんに商品を使ってもらうことで全てが成り立ってるわけなんですよ。EC サイトでポチって購入して自動的に商品が送られてくるだけかもしれませんが、買った側にとってはね、実際にその仕事に関わっている人と顔を合わせて話をすると、改めてそういった人と人のつながりで、成り立ってるんだなっていうのを感じるわけです。機材も売って最後じゃないんですよ。物っていうのは必ず壊れるんで、それをサポートしていかないといけないわけなんですよね。私にとってのお客さんとの付き合いのスタートラインが機材の販売なわけですよ。お金の付き合いだけじゃなくて、その人に販売した時点でその人の趣味とか活動に関わってくるわけなんですよね。機材を手放すまでサポートしていかないといけないわけなんですよ。そういった使命感でやってますけど、嫌いじゃやっていけないでしょうね。つくづくこのアクアリウムってのが好きでよかったなと思います。特に機材が好きですからね。ということでね、個人的な話も含めつつ、普段の動画では話せないことも少し混ぜながらやってみました。結構こういう YouTube で自分を出してね、いくと、あーだこうだコメントで批判や中傷がつきやすいんですよ。上げ足取りというか、それでも全然 OK です。ただね、私個人に向けて何か言うんであればいいですけど、それを見てその仕事に関わってる人たちのこととか、他の人が傷つくのは勘弁というか全力で対処しますけど、自分にだけ当てたものであればどんどん来てくださいという感じですね。そういう意見もあるんだなって思いながら見ているので、その点だけご理解いただけるといいかなと思います。この YouTube では普段はね、私の趣味のチャンネルですから、好きな水槽作りとか水草、リアルなアクアリウム制作を個人的に公開してます。あまりこういった話ってのはしないようにしてるんですけど、今回は CIPS2024 に参加したということで話をしました。YouTube ライブではたまにこういう話をしてますんで、もし聞きたい場合は、ライブ配信中にね、ぜひ質問をお待ちしています。動画ではこれからも水槽作りを通して皆さんとコミュニケーションできたらいいなと思ってます。またよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。